こんばんは。ちょっとね、2日間ぐらいもう体調悪くなって配信やめてましたけど、怖くなってっていうのが正直なところなんですけど、その話はちょっとさておいて、聞こえるかな。出てるよね。なんかドル円がえらいことになってますね。今日月曜日ですよね。月曜日でなんかドル円がもう3円ぐらい上がってるんですか。3円近く上がってるのかな。関税のあれが大きくてセンチメント改善っていうところですかね。関税がなんだっけ、すごい関税がめちゃくちゃ安くなったんですよね。115% ぐらい安くなったっていうのを聞いたんですけど、なんか見たって言った方がいいか、聞いたというか、115%、日本じゃない、中国に対して両方が 115% ぐらいずつ引いたんですよね。で 30% と 10%、20%、どっちかだったと思うんですけど、90日間の限定で一応。なるさんこんばんは、いつもありがとうございますね。関税が今ここ90日間なくなるってことは、そこでガーッとこう買い物する人も増えてくるでしょうね。なるさん大丈夫、ありがとうございます。なんとか大丈夫って言われると大丈夫じゃないけどね、ここで一生懸命やってきたのに YouTube やめるわけにはいかないかなみたいな。やめるのは嫌だなっていうのと、やめるのは嫌だし、なんて言うんだろう、引きこもるのも嫌だし、もうずっと引きこもってきたから、もうね、ちょっとやっとね、ニャニャが来てくれて、やっと立ち直ろうかという時で、立ち直らなきゃと思えるような状態に陥った、なんかおかしいな言葉が、状態になってきたのに、ナーバルさんこんばんは、いつもありがとうございます。そうなんとかね、立ち直ろうかなっていうような状況にだんだんこうなってきたのに、また塞ぐのは嫌だなっていうところで、塞ぐのは嫌だなっていうか、もうね、この先だってどんだけ動いていけるのかっていう心配の方が大きくなってきちゃってるわけだから、ほんとね、長い間動けなかったりしたら、精神的に病んじゃってると動かないでいるでしょ、ずっと。そんで外にも出ないでしょ。そうすると足腰手足
もう全てがね弱ってっちゃうっていうのがね身に染みてね分かったから、もうこれはやばいと思って、本当にもうなるべくね足とか、足は特にだよね。あと背筋はつけなきゃいけないなって本当に思うようになったっていうのかな。身に染みて思ってますね。だから大丈夫っていうほど大丈夫じゃないけど、後でちょっとねそれは喋らせてもらおうかなと思ってますけど、ちょっと待って、お水飲みます。ね、そんでまあ関税が結局なんだっけ、正確なことを言っといた方がいいよね。90日だけの処置として145% から 30% に引き下げて、中国は 125% から 10% に引き下げだ。90日間のクールオフ期間。いやいや、ここまでね80% とかっていうのはトランプ大統領がつぶやいたりしてたんで、まあ下げるだろうなって。下げないとね本当にアメリカの方がボロボロになっちゃうよね。中国から入れてるものの方が多いから、多分日常使いのものが、日常使いのものはね結構中国から入れてるものが多いと思うから、どっちかっていうと中国の電化製品にしっかり、日本に似てるものが多いと思うんだよね。ああいうものはちょっとまだわからないところだけど、なんか見かけだけ日本みたいで中身はちょっと違うよっていうね、バッテリーなんかでも燃えちゃったりなんだりするっていうのが多いから、ちょっと違うかもしれないけど、アメリカの電気製品ってね値段も高いし、値段がめちゃくちゃ高いし、あと冷蔵庫なんか特にそうなんだけど、側だけでかくて中身ちっちゃいんだよね。中身がね入らない。だからああいうのを見るとやっぱり日本製ってね、小さいながらも、小さくてもこうスリムでも中身も大きいし使い勝手がいい。ドーンっていうのじゃなくてシュッとしてても使い勝手がいい。だってなんかアメリカの冷蔵庫って卵置き場もないんだよ。なんか卵を置くところもないっていうのが多くて、ちょっとね使い勝手悪いからやっぱり、それで高いんだよね。ものすごく電気料金も高いから、めちゃくちゃパワー使って電気冷やすのかなって思いますね、いつもね。本当できれば日本製のものが欲しいと思いますね。昔はねサイパンでもノースウェスト航空っていう飛行機会社が飛んでた頃、あの頃はね何でも持ってこれたんだよね。洗濯機とかでもその日のうちにその日登場する時に持っていけば大体乗せてくれてた
洗濯機もそうだし冷蔵庫もそうだな。であとサイパンでも昔は東芝があった。今なくなった。多分あそこに看板なくなってたから東芝もなくなったのかなって思いますね。東芝の冷蔵庫はやっぱ使いやすくてで壊れにくい。やっぱ壊れにくかったからずっとそこで買ってたんですけどなくなってたな。この間看板なかったような気がするんだよね。最近冷蔵庫とか買ってなかったからちょっとわかんないんだけど看板がなくなってた気がする。なんか今日の新聞にも出てたけど100何社って書いてあったかな。100ちょっとお待ちください。違うな。どこだっけな。マリアナスバラエティに書いてあったんだよね今日。ちょっと待ってね。ちょっとお待ちください。あれなんでよ。ちょっとあれで1とかなって少々お待ちくださいね。見ないちょっと待ってね。サイパンからね2004年4年とかって書いてあった2024年だって書いてあった気がするんだけどそこから今までで1年ぐらいの間で100社以上のまあ大手が多かったのがちょっと気になったよね今回ね。大手がだからサイパンから撤退続々してる。まあ小さいのも合わせてだから100社以上の100社以上の会社がいなくなっちゃったっていうことが書いてあってこんな本当に今までこんなことってなかったんじゃないかなって本当に思いますね。今までの時代でいろんな大きいことってあったと思うんですよ。テロとか SARS とかテロでしょ SARS 戦争もあったしそういうことがあった中でこんだけねエコノミーがダウンしてこんなに企業がいなくなったこと。あとちょっとびっくりしたのがアシアナ航空がもううちの現地法人を解散してるっていうこと戻る気ないんだと思ってちょっとびっくりしましたね。例えばちょっと様子見ようっていうことなら現地法人サイパン法人は残しておくと思うんですけどそれクローズしてるって書いてあったからちょっとね
いや戻る気ないの足やなと思って、ちょっとその辺はかなりびっくりしたところ。ハヤトもね大きかったよね。なんかショックが本当にエコノミーダウンしてるっていうのがありありで、でもねこれ関税のニュースはね結構いいニュースだよね。サイパンなんかも中国から仕入れてる人たくさんいるから、これはこの90日間この後はどうなるかちょっと、またトランプさんがわーって言い出すかもしれないけど、とりあえずなんか今はセンチメント良くなって、今夜どうなるかだよね。今どこの辺にいるんだっけドル円って。148円。数日間で2日か3日か4日ぐらいで 6円ぐらい上がったんだ。すごいね。6円ぐらい上がってる。142円ぐらいだったのね。これゴールデンウィークの時こういう値段だったらよかったのにね。ゴールデンウィークの時だったらみんなお財布の紐が緩んだんじゃないかなって思うんだけど、ゴールデンウィークの時はちょっと上がっちゃってた時だったのか。ゴールデンウィークの時の方が下がってたのか。ゴールデンウィーク終わって上がってきちゃったってことなのか。そうだよね。そういうことになるね。ゴールデンウィークはいかがでしたかね。何かしましたかね皆さんね。関税がここまで下げになるとはちょっと思わなかったけど、センチメント改善でドル円もちょっと上がって円が売られてって、このままなんかまた円がボロボロになっちゃうような気もしないでもないんだけど、ちょっとそうなるのもちょっと悲しすぎるんだけどね。円がボロボロ、それもちょっと悲しいけど。なるさん何もしてない。何もしてないね。何もしてなかったですね。結局だって配信に結構付き合ってもらってましたもんね、ゴールデンウィークの時ね。ちょっと待ってね。ゴールデンウィークの時なるさんもナバルさんは最近いつも寝ちゃうからな。私の配信聞いて大体寝落ちでしょ。ナバルさん寝落ちが癖になってませんか。癖になってる感じがなんとなくするんだけどね。匂う。はい、大体初めしかいなくて寝てる感じがひしひしと伝わるんですけど、あれニャニャが泣いてる。ニャニャがどうしたの。ちょっとダメだよ。ダメよ。ニャニャが危険範囲にいるんで、ちょっとね食事を変えたらちょっとふてくされてるんですよね。食事を変えたら。ナンバルさんバレてますね、寝てるの。
寝落ちサイトじゃないからね、うちね。多分寝落ち枠って言ってた人もいるけど、そんなに寝落ち枠ではないつもりではいるんですけど、寝落ち枠として使ってもらえてもありがたいんですけどね。でロシアとなんだっけ、ウクライナの停戦も15日一応停戦ねするような感じではいますよね、一応。だからこれが決まるまでっていうか、決まったらなのかな。決まるまでは、停戦が決まるまではトランプさんも、ノーベル平和賞狙いではいると思うんで、そこに私の案件も混ぜてくれないかなって感じですけどね。ノーベル平和賞、そして取ってもらいたいですね。戦争も終わらせて、サイパンのこのぐじゅぐじゅも警察官やね、政治がちゃんと動くように、利権はどこの世界でもあるのかもしれないなとは思うけど、これでもここまでねやられるとちょっとね耐えれなくなるし、これを放置されているとね、ちょっと耐えれないっていうのがあるんで、もう少しねちゃんと政治が動くように、ポリスが動くように、全ての、もうちょっと人種差別がなくなるような感じになるようになってほしいなと思うんですけどね。こういうとこにちょっとしたメスをちゃんとトランプ大統領が入れてくれるとまともに動くんじゃないかなって思うんだけど、そしたらもう本当にノーベル平和賞ものだと思うんで、なんかね、ちょっとだけねお話をさせてもらおうかなと思うんですけどね。今回ね、あんまりまだ元気じゃないっていうか、なんていうの、怖いですね、本当に。恐怖。それで昔12年前と同じような匂いがするんですよ。12年前もちょっとね重い話になっちゃうけどね、話になっちゃうんですけど、ちょっと待って、水飲んでからにしようかな。少々お待ちを。動画にしようと思ったんですけど、動画作る気にもちょっとなれなくて、ちゃんとねこれ記録としてちょっと残しておきたいのと、もちろんね世の中の人に知ってもらえれば、もうちょっとなんかいいようにサイパンが動くんじゃないかなとか思ったりして、希望をまだ捨ててはいないんですよね。今回ね、正直に言うと12年前のね出来事がフラッシュバック本当に一気にしたんで、夕方ね外に出てったら、出かけようと思って出てったんですよ。そ
そしたら車がまず壊されてて、なんていうんだね、オイルパンカバーが全部剥ぎ取られて横にはみ出してたんですよね。画像はオイルパンカバーがはみ出し、あれどうやってやんだっけこれ。OBS か。これかな。これじゃないね。どれだ。画像入れんの忘れてたかな。ちょっと待って。これか。これ。見にくい。ね。車のオイルパンカバーがもう左の横から引っ張られて剥がされてたんですよ。全部下ですよね。下から潜り込んでオイルパンカバーを外して、で中の配線を切られてたんですよね。なんでこんなことやるのかなっていう意味が全く分かんなかったんですけど、と思ってちょっと出かけなきゃいけなかったんですけど、ちょっと出かけられないなって思ってるところに左側をパッと見たら猫の死骸が置いてあったんですよ。でなんかね、猫の死体、これでね12年前の記憶がねバーって蘇っちゃったんですよね。12年前も店のドアの前に猫の死体が置いてあって、でその駐車場にお仕事終わって駐車場に車を止めてた車の窓が全部割られてたんですよ、粉々に。それはちょっとね、それがねこのいろんなことの始まりだったんですよ。12年前で、ちょっと人に言われたんですけど、シンジケートの世界ではサイパンやなんかではアメリカとかでも猫の死体を置くっていうのは沈黙しろ黙れっていう警告のサインだと言われてるらしいんですよ。それがちょっとそういうことなのって思って、で前回の時は銃で撃たれてたんですけど、今回のはどうやってちょっと亡くなったかはそこまで猫ちゃんを見れなかったんですけど、なんでねこの辺ではね見かけたことのない猫ちゃんだったんで、どっかから連れてきたのかなって思うんですけど、でそっから毎日のように泥棒に入られて、もうお店の窓という窓を割られて、店はぐちゃぐちゃ、商品も盗まれて続けて、それがね 4,5 ヶ月続いたんですよ。それでも警察は何もしなかったんですね。で逆にね私が陥れられそうになりましたね。薬も置いてかれたりしたし、危ない薬ね置いてかれたりしたし、あとねその泥棒が外にいろんなものをばらまいたんですよ、ゴミを。そしたらね政府の B 級だったかな、
なんかそれがやってきてゴミを散らかしてるとか言って罰則だとか言われてもう呼び出し食らったんで行ったんですけど、毎日毎日ね泥棒に入られて、泥棒がこういうことやってんのになんで泥棒を捕まえないで私に罰則を与えようと政府はするのって言って、逆にいろいろ聞きたいんですけどっていうことを言ったんですけどね。で、あれずっと流れちゃいますね。こうやってポリスも呼んだんですけど、これ猫ちゃんがねいたんですよ。で当時も今回もだからそういう始まりだったとしたら、もう本当そういう始まりなんじゃないのっていうこともポリスには言ったんですけど、でポリスの口からもシンジケートっていう言葉が先に出てきたんで、ってすごい思ったんですよね。でその時はこれは私の考えなんですけど、12年前物件をね安く借りてたんで、その後に新しい所有者さんが買って物件をで私をどかしたかったんじゃないかとか、地上げの問題じゃないかなって私は思ってるんですよ。で証拠もないしそんなのだからああいうなんつうの、あんだけ入っても捕まらなかったんじゃないかなと思うとしか思えない出来事が続いたんですよね。本当に何にも警察はしてくれなかったんで、2013年の11月7日の夜なんですけど、もう8日に日付はなってたんですけど、その日にマイクロビーチに行って泣いてたんです。泣いたり海蹴飛ばしたり海蹴飛ばしたり海入ったりしたりしてたんですけど、そこでね警察官2人が来て、初めねハイアットのスタッフがなんか危ない危ないとかって言って止めに来たんですよ。自殺するわけじゃないから大丈夫とかって言ったら、でその後にポリスが来て、ハイアットのスタッフはだから消えちゃった後ですよね。で警察官がいきなり来て、腰ぐらいの腰は行かなかったかな、そのぐらいの海に入ったりしてたんですよ。その時に警察官が懐中電灯でガーって近づいてきて、私も誰か警察官だとは思わなかったから、これ殺されると思って海岸の方にこう出ようとしたんですよね、砂浜の方に。そしたら懐中電灯でいきなり殴られて、頭とか胸をバッサリ切れて、でね、なんかねチャイニーズかとか言われながらボコボコに殴られたり蹴られて、暴行されて蹴られて、で次の日にお店に行ったらまた強盗店に泥棒が入られてたんですよ。でその時に立ち会いっていうか、その時に呼んだ警察官の中にその人が一人いたんですよ。そしたら絶対に誰も言うなって言ったら殺すって言われたんですよね。でだから警察の件と
地上げの件とその泥棒の件とはちょっと事件性は違うとは思ってるんですよ。警察は警察官のこの2人の警察官の思考で私をそういうふうにやったと思ってるんですよね。で強盗は泥棒は泥棒でそういう地上げのようなあれが働いたんだと思ってはいるんですけど、でその時ね当時の JTB の社長にお話ししたりしたら、もう本当に見かねてメディアに連絡してくれたんですよね。でサイパンの新聞社とテレビに連絡してくれて、でその人たちが来てで喋ったんですよ。こういうもう泥棒のこともそうだし窃盗団がいるっていう話もしたし、であと警察官2人にこういうことをされたんですっていう話をしたら、警察官のことだけは報道されなかったんですよ。報道されたのは強盗事件のことだけで、泣いてテレビなんか私は泣いてる姿が映って、なんかただ泥棒で泣いてるみたいに思われちゃったっていう感じがありましたよね。でまあ一切報じられなくて、で私はもうね当時あらゆるところ警察検察刑事のところガバナオフィスだけどね、相手はチャモロ人だから日本人なんだから黙ってろって言われて、苦情言う資格がないみたいな人種差別を当時受けたんですよ。でその当時に1ヶ月ぐらいしてからかな、日本領事館に12月だったと思うんですけど、日本領事館に助けを求めに行ったら、領事と結構長い話をしたんですけど何回も怒鳴られて、ここが嫌なら帰ればいいじゃんってこういう言い方で言われましたね。で日本領事館ってその時に女性の方がいたんですよ。名前を忘れちゃった。顔は覚えてるんだけどな、名前忘れちゃったな。女性の方が初めはこう聞いててくれたんですけど、副領事が来てめちゃくちゃですよね。もうここが嫌なら帰ればいいじゃんってバシバシ言われて、で死体になったら動くみたいな、日本領事館とか領事館というのはそういう風に死体になったら動くんだっていうようなことを言われましたね。でそれが日本の対応でした。当時のその前のねその時は領事は出てこなかったんですけど、副領事は入ったり出たり入ったりこうしながらずっとキンキンとなってたんで、領事がそういう風に言ったのか、言ったんでしょうね。対応できないっていうようなことをでね、その後今度その2人の警察官に私は今度待ち伏せされて、頭に拳銃突きつけられて何度もね命狙われましたね。最後の方の時っていうか、車がそこで通らなかったら、私あそこの車の前に飛び出して逃げなかったら死んでたなって思ったこともありますね。車にひかれるか銃で撃たれるかどっちかだったのかなって思ったりしたこともありますね。で、その時にいつも待ち伏せされたりするんで、だんだん誰に話してもやっぱり関わりたくないっていうことになっちゃうんですよね。こういうことに最近になって、いや私その時いたらなって言ってくれた人なんかがいたんですけど、
そういう人がいなかったし、なんかだんだんもう自分の殻に入るしかなくなって、で仕事は続けられなくなって、引きこもって、もう家賃払ってなんていけなくなっていくんですよ。だんだんやっぱり閉めている日の方が多くなっちゃうから。でだんだん今度はもちろん人を信じられなくなっちゃうでしょ。英語なんか絶対喋りたくなくなっていくんですよね。でほんとね、生活をね、ほんとゆっくりじわじわ失いましたね。ずっと話もできなくなっちゃったし、このライブを始めた当初なんてもっともごもごしてたと思うんですけど、今の方がまだ喋れてると思うんですよ。まだ口が回ってるかなって思うんですけどね。でここ2年前に今のうちにいるニャニャが落ちてきたんですよ、テラスに。親猫が多分忘れてっちゃったのか、加えていけなかったんだと思うんですけど、でその子を育て始めてるうちに、こう自分で結局は動かないと猫ちゃん死んじゃうからね。おトイレだのなんだの、まだおトイレも自分でできる感じで初めはなくて、で猫なんか飼ったことなくて、どうしようと思いながらも、こう猫を育ててるうちに少しだけなんか動くようになってきて、でだんだんやっぱり猫を見てると、猫の面倒とか見てると、もう人とも話すようになったりで、その時にたまたまこういい人と出会えて手を差し伸べてくれたりっていうことがあったんで、少しずつ立ち直ろうとしていたところだったんだよね。本当に少しずつなんだけど、でそんな矢先に今回のこの事件、と思って、もうだからこれが土曜日にあって、土曜日の夕方気づいて、それからもう全く寝れてないですね。眠れない。もうシンジゲートの警告なのか、もう怖くてね、一人じゃ抱えきれない。本当にね。でかといって YouTube をなんか YouTube で結局は YouTube の配信でなんか確信をついたことがあったのかわかんないですよね。どっちだか。ここを出ていけっていうことなのか、去年の強盗の件もそうだったけど、去年の強盗も下から入ってきておいて、下の部屋は荒らさず私の部屋だけを入ってきてるわけだから、ちょっとその辺もね意味が分かんないんですよね。なんかここを買いたいっていう人が結構いるんですよ。だからそういうので出ていけっていうことなのか、ここって結構ガラパンから近くて意外と近いけど高台で立地もいいしっていうところではあるんですよ
よ。だから前も地上げでそういう風になったと思ってたんで、今回もそういう感じでシンジケートが動いて、そういう輩にお金を払ってやらせてんのかなと。実際ね、私何回も見たことあるんですけど、この日本人の人はローカルの人に、例えばこういう工具が欲しいとかって言ったりするんですよ。と思って、でそうするとその人たちはその工具を持ってくるんですよ、どっかから。で例えば百何十ドルとか200ドルとかわかんないですけど、その値段が高いものを20ドルとか30ドルで売るんですよ、その人に。欲しいって言って、こういうものが欲しいってリクエストして、その人たちが持ってきて、で買うっていうようなことがあったから、そういうのも結局はもうそういうグループ、窃盗団がいて、その窃盗団の一人だったんだろうなって思いますよね。で今回この事件やっぱり怖いから、もちろんもう一回警察にはもう一度言ったし、警察署長にも言ってるし、もう警察の違う事件を調べてくれてるトップの方にも連絡したし、でもなんかキャプテンっていう人だけは連絡あってちょっとほっとしてるんですけど、後の人は誰も連絡ないですね。新聞会社も連絡したんですけど、一切連絡ない。今度はこういうのは報道してくださいって、正しいことを報道してくださいってお願いしたんですけど、連絡はないですね。確信が持てないからっていうのもあるのかもしれないですけど、それをインタビューっていうか連絡もないですね。で日本領事館にも一応メールしたんですけど、連絡はないですね。またね、嫌なら帰れって言われちゃうような感じだと、なんか領事館の中も変わったって聞いたんで、ちょっと前までの去年強盗事件とかに関わってくれた領事館の人たちはすごいいい人たちだったんですよ。また中が全部なのか分かんないですけど、適当すぎるけど、変わったのかは分かんないんですけど、どこまで変わっちゃったかは分かんないんですけど、また人が変われば変わると思うんで、どういう風にいい方に変わってるか悪い方に変わってるかは分かんないですけど、とりあえず連絡はないですね。こういうことがある恐れがあるんでっていうことは話したんで、前回も結局同じところなんですよ。ポリス2人には脅かされて、ちょっと危ないんでどうにか政府の方に話してもらいたいみたいなことを言ったら、嫌なら帰れって言われたんで、そこからもう警察に命を狙われる状態に陥っていったんです。12年前も分かんないですけどね、本当に怖いですね。でなんか YouTube で結局サイパンの法案とかいろんなことを拾ってはそれを調べて、これは違うんじゃないのっていうようなことを流したりしてるじゃないですか、サイパンの。私のチャンネルはリアルをしゃべる、サイパンのリアル現実をしゃべるようにしてるんですけど、それが確信に近づいたからこういうことが起きたのかどうなのかよくわかんないですね。であととにかくこの犯人たちはうちを知ってるわけだから、
本当は私の家の外見とか公開した方がいいんじゃないかなって思ったりするんですよ、 YouTube で。もし公開したらいろんな人がここだここだってね、朝仕事に行く時でも夜中仕事に行く人でも例えばいるわけで、いちいち見ててくれるんじゃないかなって思ったりもするんですよね。どっちがいいのかわかんないんですけど、でも今回警察と話した中で一つだけ思ったのは、警察の口からシンジケートっていう言葉が出たから、だからそういうのがあるっていうことは知ってるんだなとはちょっと思いましたね。わかんないけどね、今日はね一応本当の裁判としての、記録はね残しておきたいなっていうかね、サイパンイエーイなんて観光でね来るだけならいいけど、やっぱ投資家として来たらちょっと 2,3 泊いて帰るわけにいかないじゃないですか。ここに住んでいろんなことを営んでいかなきゃ投資としてはね成り立たないわけだから、投資としてする場合にはこういうリスクがあって、こういうことがもう我慢しつつ生きてきた、もうこういう人が何人もいるっていうことを踏まえての投資にしなきゃいけないと思うし、もっとねもうちょっとでね裁判ってねいいとこになるはずなんですよ。なんかもうポリスがね今2人回ってる人が北側は2人とか南側は3人とかそういうレベルらしいんですよ。お祭りの時にもっといたのになって思うんだけど、お祭りの時は特別に出てきたのかなって思うんですけど、なんかとにかく少ない人数しかいないから結局は責任持てないみたいな感じだし、この事件猫ちゃんを殺されてね、車破壊されて、これブルーカード書くのとかって言ってたんで、ブルーカード書かないで、これ犯罪でしょ普通にって私なんかはそう思ったんですけど、普通に犯罪だと思いませんかね。普通に私は犯罪だと思うんですけど、普通にこういうポリスはそういう感覚がないのかなって感じましたね。ちょっとね、犯罪なんだからブルーカード書くのは当然のことなんだけどねって思いました。だからね、こういうことがまかり通っちゃう状態の島じゃ、みんなから聞くけど、やっぱエイリアンはね被害多くて、それこそね2、30枚ブルーカードを持ってる人がいっぱいいましたね。ちょっとインタビューすると、俺もひどいよって、だから辞めるんだよ、サイパンでの仕事って、だからサイパンで、会社を辞めて帰るんだよって言ってた韓国の人もいましたね。実際にちょっとお水飲みます。
際ね、本当にそういう人が少なくとも私以外にもいろいろ、身動き取れる人はさっさと帰ると思うんですよ。もうだって身動きが取れないぐらいにお金もなくなっちゃったから、で物もあるし、どうどう動いていいのか。だから売るにしても人が来るんじゃ、この間も話したかもしれないけど、黒猫ヤマトがあって、なんだっけあれ、メルカリじゃない、メルカリか、メルカリがサイパンにあって、黒猫ヤマトがあって、そしたらね、バンバン売っていろんなもの売ってお金に変えてさっさと、帰ってると思うけど、でも実際のところメルカリもなければ黒猫ヤマトもないからね、人が家に見に来なきゃなんないわけよ。なんか1個売るにしても人と会わなきゃいけない。まだそこまでね、恐怖心とかそういうものはねなくなっていないので、やっぱこの17年間12年前の事件はやっぱりでかかったから、ここまでね気軽に、もうすごい、だからなんかフェイスブックみたいので物を売ろうとしても、この人安全かなとか何回もこう確認しちゃったりするから、結構確認しちゃいますね。僕だから向こうの方が何この人って思っちゃう。私が逆だったらなんだこいつって思っちゃうかもしれないぐらい聞いちゃうんで、家に入れるのは嫌だから、結局は大きいものは売れない。大きいもの外に持ってって店に行くわけにいかないから、大きいものは結局は売れないっていう状態になっちゃうし、なかなかじゃないけど嫌でもなんかこう出ていけ、どっか動くことができないっていう状態にいますね。ちょっと待っててくださいね。少々お待ちを。すいません。ちょっとお待ちください。すいません、お待たせしました。だからもう亀の甲羅を背負ってるような感じなんで、じゃあだったら仕事していくしかないじゃんと思っているんだけど、この間も、2時間ぐらい立ったり座ったりしてたら、それで結構しんどかったりしたから、
もう体力を復帰させるのが最初だなとは思ってるんですよね。体力ね。体力はね、大切だなって本当に思いましたね、心から。だからちょっとなんかリハビリみたいな感じで動いてはいるんですけど、ちゃっちゃちゃっちゃ動けないっていうのがね、自分でもなんか情けないなって。あんだけゴルフやってたのに、ゴルフもできなくなるのかなとか、ちょっとわかんない感じ、自分でも。普通にゴルフぐらい回れるように体力は戻していきたいなとは思ってるけど、試してないからわかんないけど、ガラパンうろうろ歩いてるぐらいは平気なんだけどね。暑いっていうのがもうね、ずっとね、暑い暑いって言い続けてるんですけど、あ、ごめんなさい、なるさん、アミドさん持ってくからね、ありがとうございます。お待ちしてます。ね、本当うろうろするのは平気な感じはある。疲れるけど、その辺は平気な感じがするんだけど、ね、立ってるとね、なんかめまいがするんですよね。ずっと立ってると。これが暑さのせいなのか何のせいなのかちょっとわかんないんですけど、前はこんなことなかったから、ちょっとそういうとこには自分自身でビビってますね。とにかく体力をつけようと、なんかリハビリみたいな状態でちょこちょこ動いては、家の中でですけどね、動いてはいます。本当にだけど暑くて、もうだってあれからどのくらい降ってないのかな、1ヶ月か2ヶ月ぐらい雨降ってないと思うんですよ。雨が降ってなくて、ちょっとね、本当に早く雨がわーっと降ってほしいですね。もうこの暑さったらないって感じ。しんどい暑さですね。本当雨降ってないな、そういえば。チラっていうチラっていう雨もないし、南国特有のスコールも全くなし。ちょっとこれはね、暑くなる一方ですよ。今日はね、あとはね、YouTube でも話したのは、政府のことの、なんだっけ、テニアンのカジノのこととか、また今日もカジノのこと新聞に載ってたな。なんかまだちゃんとよく読んでないから、ちょっとね、元気がなくてかなちゃんと読んでないんであれだけど、そういうカジノのこととかそういうことを言ってるだけなんで、それを黙れとかっていう意味なのか、なんかよくわかんないですよね。本当にね、なんかこれが脅しだとしたら本当に怖いことだと思うし、それを警察に言っているのに、それをなんかまともに受けないっていう状態になったら、これ本当にやばいですよね。
そういうのを犯罪として受けてくれないとなっちゃうと、裁判本当にやばい。ね、本当に自分でやっぱり仕事はしたいなと思ってるけど、またあんなね泥棒とか毎日入るようになったら何のために仕事してんだか本当に分かんなくなっちゃうから。でだって今回だって商品見つかりましたって言って、見つかりましたのものが一つも返ってきてないんだよ。で帰ってこなかった時のためにこの日までに連絡くださいねって言われてる時にところに連絡したんだけど、それでもまた何にも連絡ないのね。音沙汰なし。本当に商品見つかりましたで警察が何してんのって感じだよね。1月28日だったと思うから、1年4ヶ月ぐらい、1年3ヶ月ぐらい警察が持ってる状態になってるんでね。どっちももう戻ってきてない。見つかったっていう写真とかビデオはもらってるのね。これはお前のか、これはお前のかってこうバーってビデオと写真が送られてきてるのを、その時のそれも私のですって言って答えてて、でそれで戻ってきてないってどういうことよね。ほんでこの間事件はクローズしましたって言われたから、それはね、だから所長さんとガバナに行ってもう一度動いてくれるみたいな感じになって、一応話し合いっていうかミーティングが行われたんだけど、それからまた連絡ない。で今回もこういう事件がありましたよっていうことも伝えたけど音沙汰なし。これね、本当にね、企業さんたちはそういうことをね結構恐れてるよね。どこのお店も。だって防犯カメラの意味がないんだもんね。防犯カメラを撮っててもあんまりね犯罪として認められないっていうの。銀行を使われてて、銀行を使ってる証拠まであるのにそれを犯罪として認められないんだよ。意味がわかんないくないですか。大谷翔平のほら通訳の人だって人の銀行を使ってあんだけね黙って口座を使ったらやっぱり犯罪になるわけでしょ。大谷さんは知らなかったわけだから、それでもね、私の口座を使ったっていう証拠があるのに、証拠もあって犯人も分かってるのに、やりましたっていうの分かってるのに、なんで私の件は立件されないで他の人の立件のためにその証拠を使われちゃうのか、ちょっと意味が全くその辺のね動きが説明されなかったので分かんないでいるんですよ、未だに。なんだっけ、司法長官っていう人にもレターを出して、どういうことになってるのかって言ってレターを出したけど、ここに音沙汰なしだし、どうなのかね、本当によくわかんない動きですよ。みんなこういうふうにちょっとずつ、自分の中で今回っていうか、こういう今まで裁判で出会った事件、なんていうの、こういうの裁判で遭遇してしまったこと、起きたこと、私の中では小さいと思ってないのね。普通の世間一般的にもこれって
大きな課題だと思うの。人種差別にしかり、警察の暴力、そういうのはかなり大きなことだと思うし、もしシンジケートがいるならそういうのを摘発してないっていうのは大きな問題だと思ってるから、この辺がなあなあになってグズグズになってて、アンダーマネーとかでもし賄われているんだったら大きな問題だし、そしたら絶対にこの島、こんな小さい島だから、それって意外、利権っていうでしょ、利権だよね。利権のそれによってこういう一般市民がね、みんな苦しめられたりして、起業家が泣き寝入り、普通のことを言えないっていう状態だと、本当そういうの良くないと思うし、そういうとこが治んなきゃグアムみたいに安心して投資ができないと思うし、グアムはやっぱりアメリカのアンダーにあるから、やっぱりちゃんとしてる、そういうところは意外とね。南の島でならではっていうところは少しはあると思うけど、やっぱりね、そういうとこがちょっとグズグズの度合いがかなり違うと思うんだよね。ズルズル感。今回のケニアンの今日ちらっと見た、またステーブルコインのこと、ケニアンカジノをまだ進めたいって言ってるみたいだけど、ね、アメリカの連邦法に関わってくるような問題だから、ケニアンが助かりたいからそれをやっていくんだよって言ってるけど、それによって連邦法に引っかかったら CNMI 全部がダメになっちゃうっていうリスクもあるよね。それこそトランプさんに目をつけられたらっていう、この間動画配信してるんだけど、ショート動画だったかな、それ作って出してるけど、そういう結構危ないところに立たされちゃうんじゃないのっていうのもあるし、そういう話しかしてないんだけど、そういう話でなんか確信をついたところを私が話したのかなとか、今回の猫を殺して玄関の前に置いておくなんて、ほんとね、前回も言った12年前もそこから始まってるから、ちょっと怖いよね。ちょっとおかしいなと思ってます。で、黙ってるとまた殻に入っておかしくなっちゃうから、また PTSD がひどくなったりしちゃうから、今日もちょっと頑張ってライブ配信をしてみたんですけど、本当はね、ガラパンの動画とかまだ溜まってるものを出していきたかったんだけど、今日はなんかちょっとね、さっき重い雰囲気で話しちゃったけど、そういうことをちゃんともっとクリアにしないとサイパン復活難しいよって思うのと、でも政府側はやっぱりサイパンって一応夢の島っていうか、なんていうんだろう、南の島で夢があるっていうのかな。だから中国の人にしかり、韓国の人ももちろん日本人の人もここで暮らせたらななんて思ったりして、ビジネスを開いたりなんだりしたいと思ったりすると思うんだよね。でもそれがやっぱり周期的にこう来たりするから、政府の人は意外とほっといてもまた
韓国でブームが来ればここがチャンスと思ってこうやり始める人もいるから、それがこう波になってまたわらわらとガラパンがいっぱいになったりするわけじゃない。そういう感じになると思ってるんだと思うんだよね、政府の人は。安易な考えなのかもしれないなって私は思うんだけど、ああいうねトップ企業がやっぱりいっぱい離脱しちゃった、撤退しちゃうっていうのは、会社をクローズさせてまで入っちゃったっていうのはやっぱり、アシアナ航空っていうのを見た時にちょっと衝撃があったね。またちょっと閉めただけで、ちょっと休憩で開きますよっていう感じになるのかななんて思ってただけに、いや違うんだと思ったから、昔ね全日空が撤退した時も帰ってくるなんていう話があったのに、結局は全く帰ってこない、そういう状態に陥っちゃったから。この間もなんだっけ、スカイマークか、スカイマークだってね一瞬出たけど会社は残ってるのかな、どうなんだろう。会社が残ってればまだ希望はあるのかななんて思うけど、会社が残ってなかったらちょっと希望ないよね。そういう風にねいっぱいたくさんの会社が撤退しちゃったっていう今日ニュースがあって、その中でやっぱり大手が撤退してるって思うとね、しんどいなって思う状態ですね。なるさん、なんだか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 何かな。なんかね、こういう時期だからこそチャンスってか、この間新聞に書いてあったと思うんだよね。知事が言ったとか言わないとか書いてあったとか思ったんだけど、ただこういう時だからチャンスとか、まあね、確かにガラパンなんかの家賃は下がってるのかもしれないと思うんだけど、かもしれない、わかんないけど、下がってるのか上がってるのか家賃聞いてないからわかんないけど、でも飛行機飛んでないんだから、大手がこんだけ撤退してるから、ピンチがチャンスっていう言葉があるけど、いやー今回は意外とね、香港エアラインもね止まっちゃったし、あそこが会社を撤退したかどうだかは知らないけど、そこまでは分かんないけど、ちょっとね、ちょっと足穴っていう文字を見た時にちょっとセンセーショナルが起きたわ。韓国も週に何回飛んでんのかな、3、4回飛んでんのかな。日本も3回と、どっちが先かって話だよね。飛行機が先なのか、ガラパンのもっと空き店舗が埋まるのが先なのか。埋めるには投資家が必要だし、投資家がお金出すにはにぎわってないと出したくないんじゃないかななんて思うし、私なんかはやっぱ隣のビルに人がいないと
怖くてお店出せないなって今の裁判だと思うのね。でうちだからパンの時にもう壁とかも穴開けて入ってビルのもう窓があるとこ全部ぶち破ってくるのよ。檻とか鉄格子とかみたいのをつけとくんだけど、その鉄格子を破って入ってくるからね、ぶっ壊して入ってくるわけで、一番には2階から穴開けて2階が空き店舗だったんだけど、それから穴開けて入ってきてるからね、1人入れるような。あとね15センチじゃないの、もうちょっと大きいかな。トイレのね換気扇の窓じゃない換気扇がついてたとこ20センチ角ぐらい、もうちょっとあるかな、このくらいのところを換気扇外して子供を入れて入ってくるのよ。子供を入れて中から鍵を開けさせて入ってくるんだけど、だからうちはその時デッドロックをつけてたんで、デッドロックって両方が鍵になってるやつね、中に入っても開かないやつをつけてたんで、子供を入れて朝になっちゃって結局は捕まったんだけど、でも子供しか捕まんなくて犯罪にならなかったんだよね結局。その時なんで犯罪にならないのかが意味わかんないんだけど、だって大人がいなきゃ入れないような窓から子供を入れて中から鍵開けさせて中に侵入するっていう手はずだったんだけど、結局は、デッドロックだとそれができないから、今回っていうか1月28日に強盗入られた時、うちは全部デッドロックにしてたんだけど、デッドロックくり抜いてきたからね、プロだなと思いましたね。プロじゃなきゃああいう入り方しないから。プロじゃないとこうシャカシャカって開けてちょっと隙間を作って鍵を開けてっていう入り方をする人の方が多いから、で意外と、今回なんかのあれでお知り合いの人がこうカメラとかくれたから、今度のは無線カメラ、そう有線じゃないから、前のは有線だったから1本引っ張ると全部くっついてきちゃうっていうような状態、たどり着けちゃうんだけど、今回のはね有線じゃないからまだ見つからなければ、見つからないようにカメラ設置したけど、どうかね。今のカメラってすごいよね、本当にすごいと思う。昔のカメラとはちょっと違いますね。いろんなねものが発達してるけど、泥棒の方もなんか知恵が発達してるのがなんだか、本当にねなんとかしてほしいです。ポリスがいないんじゃね、昔うじゃうじゃいたのにな、ポリスね。スピード違反とかやってるぐらいなら本当にパトロールしてほしいなってすごく思う。スピード違反ね、スピード違反じゃ犯罪者あんまり捕まんないでしょ。スピード違反なんかやってるぐらいだったらね、もうねあそこにねスピード違反やってる
時ね、必ずと言っていいほど6、7人いるんだよね、パトカーが。なのにね、なんで夜になるとパトロールしてる人がいなくなっちゃうのか、警察官がいなくなっちゃうのか、本当に意味がわからない。どういう体制をとってるのか全く意味がわからないんで、そんな感じです。で、今日はちょっと重い話になっちゃってね、すみません。なんかね、もっとね、明るい話で、いつものように笑いながらとかね、笑いながら、あんまり笑いながらやってないかもしれないけど、冗談言いながらやっていきたかったけど、今日はね、ちょっとだけ重い話をちゃんとしとかなきゃいけないことだから、本当に。ここで私もまた鬱になって PTSD が復活とかになりたくないから、もうね、今日はやり始めたんですけど、なんとかね、サイパンがね、ほんとね、昔のようにっていう表現はおかしいんだよな。昔のように、あの時のようにっていう表現はちょっとおかしいから、いつも政府の体制はあんまり良くなかったと思うから、グズグズだったと思うから、やっぱりこれがね、グズグズじゃなくなって、もうちょっとちゃんとした感じになってくれれば、今の知事はね、多分やってくれるんじゃないかと思って期待してるんだけどね。でもこれだけエコノミーが悪いとね、どうにもなんないっていうのは、でももうちょっとなんとかしてほしいですね。このままじゃ本当にダメになっちゃう、サイパン。大昔の何もなかった、金八さんぐらいしかなかったような時代のサイパンは良かったんだろうなと思うけど、本当に何もなかった頃、建物もなくて、なんだっけ、ハイアットのところがなんとかビーチホテルっていうのだったって言ってたような気がするんだよな。で、その頃は金八さんぐらいしかなかったっていう、そのくらいの時代の方がまだすごくいい時代だったんじゃないかなって思ったりしますね。なんか政府もギスギス利権だのなんだのって言ってなくて、もっと南の島の情緒があってっていういい時代だったんじゃないかなって思いますね。もちろん私なんかが進出する全然前の話ね、前の話で、そういう頃の方が良かったんじゃないかななんて思うけど、もうコロナがのんびりした、なんかサイパンらしいっていうものがあったんじゃないかななんて思いますね。なんかトランプさんが深刻な支援を必要とする国々は麻薬政策によって助けられるかもしれない。何それ、なんか喋ってるけど、どういう意味？
中国は国を開くことに合意した。いつ？本当？本当かな。ニュースどこまで本当だかわかんないけど、なんかそんなニュースがちらほら流れてますね。本当かな。どういう意味？国を開くことに合意した。関税が元に戻るのかな。どういうことかな。ちょっと意味がわかんないけど、また後で調べてみたいと思いますね。どういう意味かな。中国が国を開くことに合意した。どういう意味？意味が不明。そんな感じです。すいません、今日は重い雰囲気です。めちゃくちゃ。だけどね、本当にサイパン、動けないっていうのも、この場所から動けないっていうのもあるけど、本当サイパンを諦めたくないっていうのはあるんで、自分の人生の半分以上多分ここにいるわけだから、もう少しじゃない、もっとちゃんとなってほしいなって思いますね。そんな感じです。ちょっと本当に暗くてごめんなさい。なるさん、ありがとうございます。光ガンバ、ありがとうございます。ということで、今日はね、ちょっと終了したいと思います。また明日少し元気が出たら、ハマってる、ガラパンのビデオも出していきたいと思うんですけど、元気が出たらですね、元気が出た際には、Twitter でライブ配信の通知を送りますので、またよろしくお願いします。そんな感じです。今日は失礼いたします。これか。それではまた。よかったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。では失礼します。